ングギャングあずさフィッシングギャングのあずさです。今日はですね、ルアーで使用するフックについて語っていきたいと思います。僕もいろいろ聞かれる中でですね、例えばシングルフックを使った方がいいのか、トリプルフックを使った方がいいのか、また交換のタイミングとか、針先がなまってしまった時に現場でどう対応すればいいのかなど、結構いろんな方から聞かれることがあります。なので今回はそういったところを深掘りしながら解説していきたいと思います。ルアーフィッシングをする上で主に使用するフックがこちらです。左手に持っているこちら、これがトリプルフック、そして右手に持っているこちらがシングルフックになります。でその他にもこういったダブルフック、またアシストフックなどがあります。こちらのフックの名前なんですけど、もう名前の通りですね、針先が3本あるのがトリプルフック、またトレブルと言われます。こちらも名前の通り、針先が1つなのでシングルフックで、こちらも針先が2つということでダブルフックとなってます。そして主に使用するフックがこちらです。トリプルフックですね。釣り具屋さんにルアーが並べられている段階でほとんどの純正フックにこちらのトリプルフックがついてます。こちらのトリプルフックが純正に使用される理由としては、やはりかかりがいいっていうところですね。針先が6個あるので、魚がミスバイトとか軽い当たりでもしっかり乗ってくれるので、もちろん初心者向けっていうところも含めて、こちらのトリプルフックの方が魚がよく釣れます。非常にかかりがいいんですけど、デメリットもあってですね、やっぱり針先が多いというところで、まず根がかりがしやすい。そして大型の魚をかけた時にこの1本あたりの針が小さいこと、また根に擦れた時に他の針が根がかりに変わってしまうことによって、バラシが増えてしまう原因となるというところと、あともう一つは、こういった感じで今もついてるんですけど、ルアー本体にですねフックサークルっていう針先が当たることによって、ルアーに模様ができてしまうといった、デメリットがあります。今説明したようにトリプルフックのデメリット、そういった部分をなくすために、僕はこちらのシングルフックを使用します。シングルフックのメリットですね、やっぱり針先が少ない分根がかりがしにくいっていうところと、フッキングのパワーがですね、トリプルフックだと針先が分散していることに対して針先が1点に集中するので、人のフッキングした力がダイレクトにこの針先に集中します。針先が魚に触れた時に刺さりがいいということですね。そして、もう一つはですね、魚が乗った後にバレにくいっていうメリットももちろんあります。もう一つはですね、フックの重量が軽いことによって、こちらのトリプルフックを使用している時よりもっとサイズを上げることができます。なので同じルアーを使用してより大型魚を狙いたいっていう時は、シングルフックの方が大型の針を乗せることができるので、大型を狙う際バラシを減らすことができます。そしてですね、もう一つがこちらのダブルフック。こちらの針を使用する時っていうのは、主にボトム狙いをする際根がかりさせたくないシチュエーションで使用します。例えばこのペンがルアーだとして、こういった感じで針を後ろ向きで、またフロントフックも後ろ向きにすることによって下に向いてる針がなくなるので、根がかりが必然的にしにくくなります。またシングルフックの時はこういう感じで結構遊びが広いというか、結構可動域が広いのに対して、こちらのダブルフックを使用する時っていうのはスプリットリングを使用しないので、可動域がかなり狭いです。なのでこちらのダブルフックは根がかり回避に特化しています。一つデメリットを挙げるとすれば強度が弱いというところですね。なのでこちらのダブルフックを使用する場面というのは、基本的には中型魚から小型魚を狙う時に使用します。ということで僕が大型魚を狙う場合、結構こちらのシングルフックを使用することが多いです。しかしこちらのトリプルフックで大型魚を狙うチューニングもありますので、動画の最後に紹介したいと思います。基本的には今説明したようなフックシステムになります。それプラスアルファでですね、狙うターゲットの大きさ、種類、地形、そういったものによってより細かい使い分けを説明していきたいと思います。ルアーフィッシングで使用する針でもですね、種類がいくつかあるんですけど、主に使用するのがこういった感じで針先がまっすぐになっているストレートタイプのフック、そしてもう一つが針先が内側に向いているカーブポイントの針、こういった針を使用します。メリットデメリットなんですけど、ストレートタイプは針先がまっすぐ向いているんですけど、フッキングした時の力の向きっていうのが外に逃げやすいのがこちらのストレートタイプのフックです。で、その時に垂直に力がかかりやすいのがこちらのカーブポイントとなります。魚が加えた時にですね、スプリットリングがこのまま固定されていればフッキ
キング率は高くなるんですけど、もちろんこういう感じで少し下に倒れます。その時にフッキングのパワーっていうのは少し外側に逃げやすいですが、こういった感じの内側に曲がっている針っていうのは、針がこう倒れてもその時に初めて針先がこの結び目に向かって垂直になるので、フッキングの時の力のロスがなくてですね、かかりが非常に良くなります。ということで、フッキングのパワーがストレートに伝達しやすいのはこちらのカーブポイントなんですけど、ただこちらのストレートタイプっていうのは針先が少し外に向いていることによってショートバイトの魚を拾えたりとか、体重が軽い魚、軽い力でも針先が捉えてくれるので、僕的な使い分けとしては、大型魚にはカーブポイントの針、中型魚または小型魚にはストレートタイプが向いていると思います。もう一つですね、メリットデメリットの話をすると、やはり針先がこちらの場合は内側に向いているので、ボトムに当たっても針先が潰れなかったりとか、また根がかりしにくいっていうメリットもあるので、根が多い場所、また大型を狙うときはこちらのカーブポイントを使用することが多いです。ファイト中にですね、例えば浅くかかってファイト中に暴れていくにつれぐんぐんかかりどころが深みに落ちていって、最終的にここの懐にかかっていることが多いのはやっぱりこちらのカーブポイントですね。こちらのストレートの針っていうのはやっぱりかかりやすいんですけど、フッキングした時にこちらの返しまでいかなくてですね、ここまでしか針がかかってないっていうことがあります。かかりは非常にいいんですけど、乗ってしまえばこちらの方がバラシは少ないと思います。ただかかりはこちらの方がいいです。それではこちらのトリプルフックとシングルフック、この2つの貫通力を実験で比べたいと思います。実験で使用するのは那須型重りの25号、こちらにアシストラインを約40センチつけています。こちらの那須型重りを同じ高さからドンと落として、その時の貫通力をシングルフックとトリプルフック両方で比べていきたいと思います。こちらのバルサ材を、椅子に固定して針先をバルサに乗せます。そして、こちらの25号の重りを、針と同じ高さから落としてみたいと思います。いきます。しっかり今返しまでいってるような状態です。それでは25号同じ高さから落とします。いきます。針が2本とも貫いてないような状態ですね。はい、ということで、こちらのトリプルフックとシングルフックを試してみました。もちろんですね、こちらのトリプルフックの1本針が刺さるときっていうのは、こちらのシングルフックよりも貫くと思います。ですがトリプルフックっていうのは、2本かかったり3本同時にかかったりすることがあるので、そういった時の貫通力っていうのはこちらの1本針に比べるとやはり力が分散してしまい貫通力が落ちてしまうので、そういった面も考慮すると針が大きくできてかかった後には力の伝達がしやすいこちらのシングルフックっていうのは大型魚に向いていると思います。続いてはフックの交換時期や現場での応急処置について説明したいと思います。ざっと書いてこんな感じですね。はい、フックの交換時期はこういった感じで、だいたいトリプルフックの場合だとこの針の付け根または針先の先端、こういったところから、サビが出てきます。でサビが出た時にですね、針先はまだピンピンの状態で黒ずんだりしてることもあるんですけど、この黒ずんだ状態で丸くなってたりとか刺さりが悪くなっていると交換時期です。またよく錆びてくるこのトリプルフックの付け根の部分ですね、こちらも、上から見るとちょっと気づかないんですけど、下から覗いた時に結構錆びてることが多いです。ここが錆びてしまうと大型魚の魚をかけた時に、ここから折れてしまう原因になります。パッと見は大丈夫だと思ってもこの針の下から覗いた時に結構錆びが出ている状態だと交換した方がいいと思います。続いてはですね、この針先の応急処置なんですけど、針先がルアー本体に当たると針がこうちょっと内側に曲がります。こういった感じで内側に曲がるんですけど、だいたい地面に当たるとこういう感じで針先が外に曲がります。こういった感じで長く使っているとだいたいどちらかに針先が曲がってきます。でその時にですね、内側に曲がっている分には結構魚の口に普通にかかります。ですが針先がこう外にパンと弾いてるような状態であるとめちゃくちゃノリが悪くなります。
こういった針先が外にちょこっと曲がっている状態の時に、直し方がですね、こちらのプライヤーを使って直します。で、この直す時なんですけど、プライヤーを返しより上側の部分をこういう感じで挟んで、針先を内側に向けるようにパンと弾きます。この時に気をつけてほしいのが、このぐにゃっと曲げようとしないっていうところですね。こうぐにゃっと曲げようとしてしまうと、針先にこちらのプライヤーが当たってしまって、針先が丸くなってしまいます。気をつけるのは、曲げるというよりもパンと弾くようなイメージ。これが非常に大事になってきます。そうすることによって、まっすぐか、もしくは少し内側に曲がるんですけど、内側に曲がる分には魚のかかりっていうのは良くなるので、現場で直すときはこういった扱い方をしています。これを行う注意点としては、やっぱちょっと違うなと何度も手直ししてると、針先の向きがもうぐにゃぐにゃになってしまったりとか、もちろん強度も落ちるし、刺激を与えて削ってしまうと、そこからやっぱ錆が生じてしまうので、だいたいこの直すのは1回限りですね。1回でしっかり決めれるように練習してみてください。最後にですね、こちら強度が不安だったりとか、やっぱりバラシが増えるという説明をしたんですけど、こちらのトリプルフックもですね、より強度を上げたりバラシを軽減させる方法があります。それはですね、こちらのスプリットリングを2つ入れることですね。そうすることによってスプリットリングがクッションの役割と可動域が広がることによって針への負担が下がるので、トリプルフックのかかりを良さをそのままにバラシを軽減させることもできます。なのでどうしてもトリプルフックをつけたいという方は、こちらのスプリットリングの2個付けを試してみてください。はい、ということでルアーフィッシングで主に使用する針の解説でした。今回はルアーフィッシングで使用する針に限って話をしたんですけど、他にもこういった感じで餌釣りの針とかの話もあるので、こちらはまた別の回でも話していけたらと思います。ということで今回もご視聴ありがとうございました。Fishing gang, Atsusa.